どうも、こんにちは。今回はもうすっかり僕らの日常に入り込んできた AI との新しい付き合い方について一緒に考えていきたいと思います。AI をね、ただの便利な道具としてじゃなくて、まるで頼れる相棒みたいに使いこなすためのほんのちょっとした意識の変え方。それが今回のテーマです。さて、AI のチャット画面を開いたとき、このスライドみたいに真っ白な入力欄を前にして、なんて言えばいいんだって手が止まっちゃうことありませんか？まるで、どう扱っていいか全然わからないみたいな。実際これ、あなただけじゃないんですよ。僕らはこの現象を空白のページ問題って呼んでるんですけど、多くの人が AI を目の前にしてフリーズしちゃうのには、ある共通の訳が隠されてるんです。今からその正体を暴いていきましょう。なんかね、AI を使いこなすには専門的でなきゃダメだみたいなプレッシャーありません？これもともとは AI の初期の頃、主にプログラマーみたいな技術者の人たちが使ってたからなんですよね。彼らは正確なコマンドを打ち込むのに慣れてるでしょう。その名残で僕らもついなんか特別な呪文を唱えなきゃいけないんじゃないかって身構えちゃうんです。で、ここからが今日の話の肝なんですけどね。僕らが乗り越えなきゃいけない一番大きな勘違い。それがこの完璧なプロンプト神話です。まるで AI を動かすための魔法の言葉があって、それを探し出さなきゃいけないんだみたいな思い込みのことですね。もうはっきり言っちゃいましょう。このスライドの通り、完璧な指示をしなきゃっていう考え方こそが僕らがイライラする最大の原因なんです。これ AI を使いこなす上でものすごく大きな罠なんですよ。この2つの考え方、ちょっと比べてみてくださいよ。左のプロンプトエンジニアっていうのは、なんだかガチガチで、まるでコードを書くみたいな感じですよね。一方で右の会話のきっかけ作りは、もっと自然で、友達との雑談から始めるような、そんなラフな感じ。実は今の AI って、まさにこの右側の、人間のちょっとまとまりのないごちゃっとした会話を理解できるように作られてるんですよ。さあ、ここからが一番のポイントですよ。AI との関係を劇的に良くする新しい、そしてすごくパワフルな考え方をご紹介します。これを知るだけで AI に対する見方が本当にガラッと変わるはずです。これがね、今回のど真ん中のメッセージです。AI は何でも答えを教えてくれる魔法の箱じゃない。そうじゃなくて、あなた自身の頭の中にあるアイディアとか考えを整理整頓するのを手伝ってくれる超優秀なアシスタントなんです。AI はあなたのために考えるんじゃなくて、あなたと一緒に考える存在。この違いがもうめちゃくちゃ重要なんです。このスライドのイメージ、すごくわかりやすいと思いませんか？頭の中に散らばってるアイデアのかけら、つまり創造的なカオスを AI にポンと投げかけると、それをうまく整理して使える形にしてくれる。まさに思考の片付けパートナーって感じですよね。だから絶対に忘れないでほしい一番大事なことがこれです。AI から出てくるアウトプットの質って AI の賢さで決まるわけじゃないんです。あれはユーザーであるあなたの考えの深さとか、あなたが渡した情報の豊かさを映し出す鏡みたいなもの。すごいアイデアの源はいつだってあなた自身の中にあるんです。じゃあ、この新しい考え方、具体的にどうすればいいのって思いますよね。ここからは誰でも今すぐ始められる超具体的なアクションを話していきます。全然難しく考えなくて大丈夫ですよ。やることはこのシンプルな4ステップだけです。まず、全然まとまってなくていいんで、頭の中にあることをそのまま書き出す。で、友達に話してみたいに AI に話しかけて、ねえ、この中から読み取れる大事なテーマって何かなって聞いてみる。で、AI がまとめてくれた答えを見て、あ、そっか、自分が言いたかったのはこれか。で、自分の考えをはっきりさせていく。AI 相手に壁打ちする、まさにそんな感覚です。例えば、旅行の計画。このスライドみたいに、静かな場所に行きたいなとか、美味しいものが食べたいな、歴史を感じたいみたいに、漠然とした希望をただ並べるだけでいいんです。それを AI に渡せば、じゃあこんな旅のプランはどうでしょうって具体的な地図を描いてくれるんですよ。クリエイティブな作業でも全く同じ。夕焼けみたいなあったかい雰囲気のイラストが良くて、メインカラーはオレンジでみたいにふわっとしたイメージを伝えるだけで AI がアイデアのヒントをくれたり、構成案をいくつか出してくれたり、まさに最高のクリエイティブパートナーでしょ。
もっとパーソナルなことにも使えます。古いアルバムを見ながら、この写真おじいちゃんと行った公園で撮ったんだ。あの時すごく楽しかったなって AI に話しかけてみる。すると AI はその言葉のかけらから心があったかくなるような短い物語を紡いでくれるかもしれないんです。さて、ここまで聞いてきてどうでしょう。 AI との関係がなんだか大きく変わってきた感じがしませんか？完璧な指示を出さなきゃってイライラするツールから、自分の考えをサポートしてくれる親しみやすいパートナーへ、この感覚の変化こそが今回一番伝えたかったことなんです。この2枚の画像を並べると、その変化は一目瞭然ですよね。左の一人でうなって行き詰まっていた状態から、右の AI という相棒と一緒に前向きな気持ちで進んでいく姿へ。これって単なるツールの使い方の話じゃなくて、僕ら自身の心の持ちようの変化でもあるんですよね。最終的に一番大事なポイントはこれです。 AI との関係で目指すのは、あなたの命令を完璧にこなしてくれる小使いじゃありません。あなたの旅に寄り添って一緒に考えてくれる、そんなパートナーシップを築くことなんです。最後にこの問いを皆さんに投げかけて終わりたいと思います。もし AI が答えをくれる万能の魔法使いじゃなくて、あなたの隣に立つパートナーだとしたら、あなたならそのパートナーと何を一緒に作り出しますか？ぜひ今日から新しい会話を始めてみてください。